今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルは、あなたを心地よい睡眠へと誘う、朗読チャンネルです。恐怖と緊張の中で、眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画はホラー、呪いを解くというテーマのオリジナルストーリーを4話お届けします。当チャンネル、眠りの語り部。では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。真夜中のささやき。深夜の静寂を切り裂くように、古びた館の電話が鳴り響いた。時折吹く風が古い窓を揺らし、館内に不気味な音を奏でていた。その電話の音が、眠りについていた安藤直人を呼び起こした。安藤は、幽霊調査専門のジャーナリストであり、この館にまつわる数々の怪談を調査するために滞在していた。彼は電話の音に一瞬驚いたものの、すぐに受話器を取った。はい、安藤です。しかし、返事はなかった。ただ、かすかなささやき声が聞こえてくるだけだった。誰だ？安藤は再び問いかけたが、受話器の向こうからはただ無意味なささやき声が続くだけだった。彼は受話器を置き、部屋の電気をつけた。時計を見ると、深夜2時を指している。眠気を覚ますために顔を洗い、再びささやき声が聞こえたかのように耳を澄ましたが、何も聞こえない。館は、大正時代に建てられたもので、かつては裕福な商人の住居だった。しかし、その後一家全員が謎の失踪を遂げ、それ以来この館は幽霊屋敷として有名になっていた。多くの心霊研究家やジャーナリストが訪れたが、安藤はこの謎を解き明かすために、ここでの調査に挑んでいた。安藤は手元のメモを見返し、過去の記録やインタビューを確認した。数々の証言から浮かび上がるのは、深夜にささやき声が聞こえるという共通点だった。それは一家が消えた夜から始まったとされる奇妙な現象であり、今夜もその声が安藤に向けられたようだった。彼は決意を新たにし、館内を調査することにした。薄暗い廊下を懐中電灯の明かりで照らしながら進むと、古い肖像画がずらりと並ぶ壁画面に入った。その中には、一家の主だった人物のものと思われる肖像画もあった。彼の目は何かを訴えかけているかのように見える。何がこの館で起こったのか。安藤はつぶやきながら、さらに奥へと進んだ。階段を降り、地下室への扉を見つけた。錆びついた鍵を回し、扉を開けると、冷たい空気が彼を包み込んだ。地下室は暗く、湿った匂いが漂っていた。安藤は慎重に足を進め、周囲を照らした。そこで、彼は古い日記を見つけた。埃を払って表紙を開くと、そこには一家の主による手記が記されていた。手記には、不可解な出来事や奇妙な音に関する記述がびっしりと書かれていた。これは？安藤は手記を読み進めるうちに、過去の出来事が今とつながっていることに気づいた。その時、再びささやき声が地下室に響き渡った。今度ははっきりと聞こえた。それは、助けて、という声だった。安藤は驚きながらも、冷静にその声の出所を探った。彼は地下室の奥に進み、古い木箱を開けた。そこには、一家の失踪に関する重要な手がかりが隠されていた。その瞬間、安藤はこの館の秘密に近づいたことを実感した。しかし、その先には、彼が予想もしなかった恐怖と謎が待ち受けていた。安藤は古い木箱から取り出した手記や書類を注意深く調べた。そこには、
館の主であった佐藤家の歴史や、彼らが巻き込まれた不気味な出来事についての詳細が記されていた。特に、佐藤家の主である佐藤孝之が執筆した日記は、彼らが失踪する直前の様子を克明に描いていた。日記には、深夜になると館内で奇妙な囁き声が聞こえることや、家族が次第に精神的に追い詰められていく様子が記されていた。孝之は、声の正体を突き止めようとしたが、次第に恐怖に支配され、日記の最後には、何かが来る、という不気味な言葉で締めくくられていた。これは一体。安藤はつぶやきながら、日記の内容に身震いした。佐藤家が直面した恐怖は、彼自身が今感じているものと同じだった。彼は佐藤家の失踪と囁き声の謎を解明するため、さらに調査を進めることに決めた。次の日、安藤は近くの図書館で佐藤家に関する古い記録を調べることにした。図書館の司書である高橋は、安藤の依頼に快く応じ、館に関する資料を提供してくれた。その中には、佐藤家が関与していた古い儀式や、館の土地にまつわる呪われた伝承が含まれていた。この館は昔から何か不吉な力に取り憑かれていたようです。高橋は資料を見ながら言った。佐藤家はそれを解明しようとしましたが、逆にその力に飲み込まれてしまったのかもしれません。安藤は高橋の言葉に耳を傾けながら、さらに深く掘り下げていく決意を固めた。彼は館に戻り、再び地下室へと向かった。今回、彼は地下室のさらに奥に進み、隠された部屋を見つけた。隠し部屋には、古い儀式の道具や、異様な模様が刻まれた石板が置かれていた。安藤はそれらを調べるうちに、佐藤家が行っていた儀式の一部始終を理解し始めた。彼らは、館に潜む不吉な力を封じ込めるための儀式を試みていたが、何かが誤り、それが一家の失踪につながったのだった。これは、封印の儀式か。安藤はつぶやいた。その時、再び囁き声が部屋に響き渡った。今度は、明確に、逃げて、という声が聞こえた。安藤は一瞬身を硬直させたが、すぐに冷静さを取り戻した。この声は、一体誰のものなんだ。安藤は声の正体を突き止めるため、さらに奥へと進んだ。その先には、古びた鏡があり、鏡には何かが封じ込められているかのように不気味な光が映っていた。安藤は鏡をじっと見つめ、この鏡が何かの鍵かもしれない。と考えた。しかし、その瞬間、鏡の中から黒い霧が現れ、安藤の周囲を取り囲んだ。彼は息を飲みながらも、その霧の中に何かを見つけようとした。突然、霧の中から佐藤孝之の顔が現れ、安藤に向かって囁いた。我々はここにいる。助けてくれ。安藤はその言葉に驚きながらも、冷静に状況を分析し、佐藤家の失踪の真相に迫ろうと決意した。彼は、この鏡を使って何かを解き明かす必要があることを感じ取った。佐藤さん、私はあなたを助けます。必ず、この館の呪いを解いてみせます。安藤は強い決意を込めて囁き返し、鏡に手を伸ばした。鏡に手を触れた瞬間、安藤は強い力に引き込まれるような感覚に襲われた。目の前が暗転し、次に気づいた時には、彼は異様な空間に立っていた。周囲は黒い霧に包まれ、奇妙な囁き声が四方八方から聞こえてきた。ここは一体。安藤は辺りを見回しながらつぶやいた。目の前に現れたのは、佐藤孝之の霊だった。彼の目には深い悲しみと苦痛が宿っていた。我々はこの呪いの中に囚われている。館の呪いを解かねば、永遠にここから出ることはできない。
高雪は低い声で語り始めた。私たち家族は古い儀式を行おうとしたが失敗してしまった。その結果、この異空間に囚われてしまったのだ。安藤は高雪の話に耳を傾けながら、どうすれば呪いを解くことができるのかを考えた。どうすればあなた方を解放できるのですか？安藤は問いかけた。館の地下室にある石板を使って儀式をやり直す必要がある。しかし、儀式を行うには、館の過去に起こったすべての出来事を解き明かさねばならない。高雪は悲しげに答えた。安藤はその言葉に決意を新たにし、わかりました。必ずあなた方を救い出します。と誓った。その瞬間、再び強い光に包まれ、安藤は現実の世界に戻された。館の地下室に戻った安藤は、石板を手に取り、儀式を再開する準備を始めた。彼は高雪の霊から聞いたことを思い出しながら、石板に刻まれた古代の文字を解読した。石板には、儀式を成功させるための詳細な手順が記されていた。その夜、安藤は一人で儀式を行うことに決めた。深夜になり、館内は再び不気味な静寂に包まれた。安藤は石板を中心に据え、ろうそくを灯し、呪文を唱え始めた。周囲の空気が次第に重くなり、奇妙な力が館内に渦巻いているのを感じた。突然、床が震え、壁がきしみ始めた。安藤は恐怖を感じながらも、儀式を続けた。呪文の力が強まるにつれ、地下室の空間が次第に変化していった。黒い霧が現れ、佐藤家の霊たちが現れた。もう少しだ。安藤は自分を励ましながら、最後の呪文を唱えた。その瞬間、強い光が地下室を包み込み、霊たちの姿が次第に薄れていった。ありがとう。高雪の声がかすかに聞こえた。そして、霊たちは光の中に消えていった。安藤は息を整え、儀式が成功したことを確信した。館の呪いは解け、佐藤家の霊たちは解放された。しかし、その瞬間、安藤は自分自身にも異変が起こっていることに気づいた。彼の体が次第に透明になり始めた。これは代償なのか？安藤はつぶやいた。しかし、彼は恐れなかった。自分の犠牲によって佐藤家を救うことができたのだという満足感があった。この館の呪いは解かれた。安藤は静かに微笑んだ。その瞬間、彼の姿は完全に消え、館には静寂が戻った。翌朝、館を訪れた村人たちは、安藤の姿が見当たらないことに驚いた。しかし、館の雰囲気が一変し、長年の呪いが解けたことを感じ取った。安藤の勇気と犠牲は、村人たちに永遠に語り継がれることとなった。彼の名は、館の伝説と共に記憶され続けた。翌朝、安藤の姿が消えたことを知った村人たちは、驚きとともに館を訪れた。館内は静寂に包まれ、長年の呪いが解けたことを誰もが感じ取った。村の長老である高橋は、安藤の勇気と犠牲を称え、館の伝説を新たに記録することを決意した。高橋は安藤が見つけた手記や資料を調べ直し、佐藤家の過去と館の呪いについて再度検証した。彼は安藤が行った儀式の詳細を記録し、今後同じ過ちが繰り返されないよう、村の若者たちに伝えることを誓った。その日、高橋は村人たちを集め、館の前で安藤に捧げる儀式を行った。彼は村の歴史に刻まれた新たな伝説を語り、安藤の勇敢な行動を称賛した。この館の呪いは解かれました。安藤さんの犠牲により佐藤家の霊は解放されました。
我々は彼の勇気を忘れず、この館の歴史を守り続けましょ村人たちは静かにうなずき、それぞれの胸に安藤への感謝と尊敬の念を抱いた。それから数日後、村の図書館に新たな本が追加された。それは、安藤が行った調査と儀式の詳細を記録したもので、彼の名が刻まれたページが始まりを告げていた。村の若者たちはこの本を読み、館の呪いと安藤の勇気を学ぶことになった。一方、館は再び静寂の中に戻ったが、その雰囲気は変わっていた。かつての不気味さは消え去り、穏やかな空気が漂っていた。村人たちは館を訪れるたびに、安藤の存在を感じ取ることができた。ある晩、村の若者たちは館の前で集まり、安藤の霊を呼び覚ますための儀式を行った。彼らは安藤が残した手記を読み上げ、彼の勇気を称えた。その瞬間、館の窓からかすかな光が漏れ出し、安藤の霊が現れたかのような錯覚を覚えた。安藤さん、ありがとう。あなたの勇気は私たちに希望を与えました。若者たちは声を揃えて感謝の言葉を捧げた。その後、館は村の歴史的な象徴となり、観光地としても賑わうようになった。村を訪れる人々は、館の伝説と安藤の勇気について話を聞き、感動の声を上げた。村人たちは毎年、安藤の命日に館を訪れ、彼の霊に感謝の言葉を捧げることを続けた。その度に、館は優しい光で包まれ、安藤の魂が平和に安らいでいることを感じ取ることができた。村の歴史に刻まれた新たな伝説は、未来の世代にわたり語り継がれ、安藤の名は永遠に記憶されることとなった。年月が過ぎ、村は再び穏やかな日常を取り戻した。影の館も、その歴史と伝説を背負いながら、新たな観光地として多くの人々を迎えるようになった。館を訪れる観光客は、安藤の勇気と佐藤家の悲劇について聞き、深い感銘を受けた。ある日、若いジャーナリストの藤井美咲が館を訪れた。彼女は安藤の伝説に興味を持ち、その真実を追求するために村を訪れたのだ。村の図書館で安藤の手記や佐藤家に関する資料を調べ、美咲は次第にその謎に魅了されていった。安藤さんがここで何を見つけたのか、そしてどのようにして呪いを解いたのかを知りたい。美咲は高橋にそう語った。高橋は微笑みながら、安藤の勇気と献身について詳しく話してくれた。彼はこの村の英雄です。彼の犠牲によって、我々は平和を取り戻すことができました。美咲はその言葉に深い感動を覚え、安藤の足跡をたどる決意を固めた。彼女は館を訪れ、その中を慎重に調べた。古い肖像画や儀式の道具、そして安藤が最後に見つけた鏡を見つけたとき、彼女は何か特別な感覚を感じた。ここで安藤さんは何を見たのか。美咲はつぶやきながら鏡に手を触れた。その瞬間、鏡の中から柔らかな光が溢れ出し、美咲は驚きの声を上げた。美咲さん、あなたが来るのを待っていました。突然、安藤の声が聞こえた。彼の霊が鏡の中に現れ、優しく微笑んでいた。安藤さん。美咲は息を飲んだ。あなたには、この村の歴史を守り続けてほしい。私ができなかったことを、あなたが続けてくれることを願っています。安藤の声には、深い感謝と希望が込められていた。美咲は涙を浮かべながらうなずいた。わかりました。あなたの勇気と使命を受け継ぎます。その瞬間、安藤の霊は優しい光に包まれ、再び消えていった。美咲はその光を見つめながら、強い決意を胸に刻んだ。村に戻った美咲は、高橋と共に新たなプロジェクトを立ち上げた。影の館を中心に、
村の歴史や伝説を守り伝えるための活動を始めたのだ。彼女は安藤の手記をもとに、館のガイドツアーや歴史展示を企画し、多くの観光客を迎えるようになった。美咲の努力と献身により、村はさらに賑わいを見せ、影の館は未来の世代にもその歴史と教訓を伝える場所となった。安藤の勇気と美咲の情熱が織りなす新たな伝説は、村の人々にとって誇りとなり、永遠に語り継がれることとなった。そして、村の夜空にはいつも優しい光が輝き、安藤の霊が見守っているかのように感じられた。消えた村の秘密。山々に囲まれた小さな村、白霧村。かつては豊かな自然と温かい人々に囲まれた静かな場所だった。しかし、数十年前に村全体が忽然と姿を消し、村人たちも一夜にして行方不明となった。その後、白霧村は消えた村として噂され、近寄る者もいなくなった。一方、ジャーナリストの篠原恭一は、この不可解な事件に強い興味を抱いていた。彼は数々の都市伝説や怪奇現象を追ってきたが、白霧村の謎は特に彼の関心を引いた。篠原は、真実を解き明かすために、調査を開始することにした。ある日、篠原のもとに一通の手紙が届いた。それは、白霧村出身の生存者であるという人物からの手紙だった。手紙には、村の消失に関する重要な手がかりが記されており、篠原に調査を依頼する内容だった。この手紙が本物なら、村の謎を解き明かすチャンスだ。篠原は手紙を読みながらつぶやいた。彼はすぐに準備を整え、白霧村へ向かうことにした。村に続く道は、かつての姿をわずかに残していたが、自然に侵食され、歩くのも困難な状態だった。篠原は険しい山道を歩きながら、村の痕跡を探した。霧が立ち込める中、篠原はやがて白霧村の入り口にたどり着いた。村は静寂に包まれ、廃墟となった家々が立ち並んでいた。篠原はその光景に一瞬息を飲んだが、手紙の内容を思い出し、村の中心部へと進んだ。そこにはかつての村長の家があり、手紙にはそこに隠された秘密があると記されていた。村長の家に入ると、篠原は埃にまみれた家具や古い書物が散乱しているのを見つけた。彼は手紙に従い、地下室への階段を探し当てた。階段を降りると、暗く湿った空気が漂い、不気味な雰囲気が篠原を包んだ。地下室には、古びた書類や地図が積まれていた。篠原はそれらを一つ一つ調べ始めた。その中で、一冊の古い日記を見つけた。それは、かつての村長が書いたもので、村が消失する直前の出来事が詳細に記されていた。村に何が起こったのか。篠原は日記を読み進めるうちに、次第に恐ろしい真実に近づいていった。村長は、村に古くから伝わる呪われた儀式について記述しており、その儀式が失敗した結果、村全体が消失したのだという。その時、篠原は背後から何かの気配を感じた。振り返ると、薄暗い地下室の奥から幽霊のような影が現れた。それは、消えた村人たちの霊だった。篠原は恐怖を感じながらも、真実を求める決意を新たにした。この村の秘密を必ず解き明かしてみせる。篠原はそう誓い、地下室のさらに奥へと進んだ。その先には、さらに驚くべき真実が待ち受けていた。篠原は地下室の奥へと進み、さらに古い石扉を発見した。扉には奇妙な模様が刻まれており、
開けるには特別な鍵が必要なようだった。篠原は再び日記を調べ、鍵のありかについての手がかりを探した。日記には、村長がその鍵を大事に隠していたことが書かれていた。鍵は村の中心にある祠に隠されている。篠原はその一文を読み上げ、祠へ向かう決意を固めた。村の中心にある祠は、自然に侵食されながらも、その姿をとどめていた。篠原は祠の周りを調べ、村長が隠したという鍵を見つけ出した。鍵は、錆びついていたが、まだ使用できる状態だった。再び地下室に戻り、石扉の鍵穴に鍵を差し込んだ。錆びついた音を立てながら、扉がゆっくりと開いた。その先には、さらに広い地下空間が広がっていた。篠原は慎重に足を進めながら、その空間の奥へと進んだ。地下空間には、古代の遺跡のような構造物が立ち並んでいた。篠原はその光景に圧倒されながらも、調査を続けた。遺跡の中央には、大きな石碑が立っており、そこには不吉な呪文が刻まれていた。これは、篠原は石碑を読み上げるうちに、その内容に驚愕した。それは、村を消失させた呪いの儀式についての詳細な記述だった。村長は、この儀式を行った結果、村全体が異次元に取り込まれ、村人たちもその中に囚われてしまったのだ。この呪いを解く方法を見つけなければ。篠原は決意を新たにした。その時、地下空間の奥から再び霊たちの姿が現れた。彼らは篠原に向かって、何かを訴えるように手を伸ばしていた。篠原は恐怖を感じながらも、彼らの声に耳を傾けた。助けて、呪いを解いて。霊たちの声が響いた。篠原はその声に応えるため、さらに調査を続けた。地下空間の隅には、古い書物が山積みになっていた。その中の一冊に、呪いを解くための儀式が記されていることを発見した。これが鍵だ。篠原は書物を手に取り、祠に戻ることを決意した。祠に戻った篠原は、書物に書かれた儀式を行うための準備を始めた。儀式には特別な道具や呪文が必要であり、篠原は慎重に一つ一つの手順を確認した。夜が更け、村全体が闇に包まれる中、篠原は儀式を開始した。祠の中で呪文を唱え、道具を使って呪いを解く儀式を進めると、周囲の空気が次第に変わっていった。突然、祠の中に強い光が差し込み、篠原の周りに霊たちの姿が浮かび上がった。もう少しだ。篠原は自分を励ましながら、最後の呪文を唱えた。その瞬間、霊たちの姿が次第に消え、光が祠を包み込んだ。これで、終わったのか。篠原は息を整えながら、呪いが解けたことを実感した。しかし、その瞬間、彼の背後から冷たい風が吹き込み、再び不気味な気配が現れた。篠原は振り返り、恐怖に直面することになる。まだ、何かが残っている。篠原はその言葉をつぶやきながら、さらなる真実を求めて、村の奥深くへと進む決意を固めた。祠の儀式を終えた篠原は、呪いが完全に解けたのか確信が持てないまま、村の奥深くへと進むことにした。彼の直感は、まだ何か重大な秘密が隠されていることを告げていた。篠原は手記に記された手がかりを頼りに、村の古い神社へ向かった。神社は木々に覆われ、長い年月にわたって放置されていたようだった。苔むした石段を登り、篠原は神社の境内に足を踏み入れた。古い鳥居をくぐると、神社の本殿が静かに佇んでいた。篠原は本殿の扉を開け、中へ入った。本殿の中は、儀式に使われたと思われる古い道具や
お守りが散乱していた。篠原は慎重にそれらを調べ、さらに奥に進んだ。すると、古い巻物が置かれた祭壇を見つけた。巻物には、呪いの元となった儀式の詳細が記されていた。これが真実か。篠原は巻物を読み上げ、その内容に愕然とした。それは、村の長老たちが古代から伝わる邪悪な力を封じ込めるための儀式を行ったこと。その儀式が失敗し、封じ込めた力が解放されたことを意味していた。つまり、村が消えたのは、この力が解き放たれたせいだったのか。篠原は巻物を握りしめ、さらに調査を進める決意をした。その時、神社の中に冷たい風が吹き込み、再び霊たちの囁き声が聞こえてきた。助けて、呪いを解いて。篠原はその声に導かれるように、本殿の地下へ続く隠し通路を見つけた。隠し通路の奥には、さらに大きな地下空間が広がっていた。篠原は懐中電灯を頼りに、慎重に進んでいった。地下空間の中央には、大きな石碑が立っており、そこにはさらに詳しい儀式の手順が刻まれていた。これが本当の儀式か。篠原は石碑を読み上げ、儀式の準備を始めた。巻物に記された手順に従い、必要な道具を揃え、呪文を唱え始めた。儀式が進むにつれ、地下空間の雰囲気が次第に変わっていった。冷たい風が吹き、霊たちの姿が再び現れた。篠原はその光景に一瞬恐怖を感じたが、呪いを解くために全力を尽くす決意を固めた。この儀式を成功させれば、村は元に戻るはずだ。篠原は自分を励ましながら、呪文を唱え続けた。突然、地下空間全体が揺れ始め、石碑から強い光が放たれた。霊たちの姿が次第に薄れ、光に包まれて消えていった。篠原は最後の呪文を唱え、儀式を完了させた。その瞬間、地下空間に静寂が戻り、篠原は息を整えながら立ち上がった。これで、本当に終わったのか。彼はつぶやきながら、外に出ることを決意した。神社の外に出ると、村全体が変わったように感じた。霧が晴れ、太陽の光が差し込んでいた。篠原は村を見渡しながら、呪いが解けたことを実感した。やった、これで、村は救われた。篠原は安堵の息を吐きながら、村を後にすることを決めた。しかし、彼の心の中にはまだ何か引っかかるものがあった。村の真実を完全に解き明かしたのか、それともまだ隠された謎が残っているのか。篠原はその答えを求めて、さらなる調査を続けることを誓った。篠原は村を後にしたが、彼の心にはまだ消えない疑念が残っていた。村の呪いが解けたと感じつつも、完全に納得することはできなかった。彼は再び手記を読み返し、見落としていた手がかりがないか確認することにした。村の伝説に関するさらに深い情報を求め、篠原は近くの大都市にある歴史資料館を訪れた。そこには、白霧村に関する古い記録や伝承が保存されているという情報を得ていた。篠原は資料館のスタッフに協力を依頼し、村に関するすべての資料を調べ始めた。その古いアーカイブの中から、篠原は一冊の古文書を見つけた。それは、白霧村の創設者たちによって書かれたもので、村がなぜ設立されたのか、その目的や背景が詳細に記されていた。文書には、村が特定の力を封じ込めるために設立されたことが明らかにされていた。これは、やはり何かが隠されている。篠原はその文書を読みながらつぶやいた。文書には、村が設立された場所には特別なエネルギーが集中しており、それを制御するために古代の儀式が行われていたことが記されていた。さらに調査を進めるうちに、
篠原は白霧村の創設者たちが使用していた古い神殿の存在を知った。その神殿は村の地下深くに隠されており、今でも封印されたままだという。篠原はその神殿を見つけるために再び村へ戻る決意をした。村に戻った篠原は、以前には見つけられなかった隠し扉を探し始めた。彼は村の古い地図を手に、神殿への入り口を探し続けた。ついに、村の中央広場の地下に通じる隠された扉を見つけた。扉を開けると、篠原は古びた階段を下り、地下深くへと進んだ。そこには、巨大な神殿が広がっていた。神殿の壁には古代の絵が描かれ、村の創設者たちが行った儀式の様子が詳細に描かれていた。神殿の中央には、大きな石碑が立っていた。篠原はその石碑を慎重に調べ、そこに刻まれた呪文を読み上げた。その瞬間、神殿全体が光に包まれ、篠原は強いエネルギーに押し流される感覚を覚えた。これは、まさか。篠原は驚きと恐怖に包まれながらも、最後まで呪文を唱え続けた。光が次第に強まり、神殿の壁が震え始めた。その時、篠原の目の前に現れたのは、村の創設者たちの霊だった。あなたがこの村を救うために来たのですね。霊たちの声が響いた。私たちの失敗を修正するために、あなたの力が必要です。篠原はその声に導かれながら、石碑に手をかけた。私は村を救うためにここに来た。あなたたちの失敗を修正するために、全力を尽くします。その瞬間、篠原の体に強いエネルギーが流れ込み、彼の意識は神殿の光の中に包まれた。目を開けると、彼は再び村の広場に立っていた。村は以前のように穏やかで、霧も晴れていた。これで、本当に終わったのか。篠原は静かにつぶやいた。彼は村を見渡し、呪いが完全に解けたことを実感した。村人たちは篠原の帰還を喜び、彼の勇気と献身に感謝の意を表した。篠原は村の人々と共に、村が再び平和を取り戻したことを祝った。しかし、彼の心の中にはまだ一つの問いが残っていた。村の呪いは解けたが、その背後にある真の力とは何だったのか。篠原はその答えを求めて、さらなる調査を続けることを誓った。村が再び平和を取り戻したことを祝う夜、篠原は神社の境内で静かに座っていた。村の人々が感謝の意を表し、篠原の名を称えている声が聞こえる中、彼の心にはまだ消えない疑問が残っていた。村の呪いを解いたことで、真の力が解き放たれた可能性を考えると、篠原は安心することができなかった。翌朝、篠原は再び神社へ向かい、祠の中を調べ始めた。そこには、彼が解放した力についてのさらなる手がかりがあるかもしれないと考えていた。神社の奥深くに進むと、彼は隠された古い巻物を見つけた。巻物には、村の創設者たちが語り継いだ最後の言葉が記されていた。力を解き放った者よ、その力を制御するためには、真実の心と勇気が必要である。篠原はその言葉を読み上げ、深い思索にふけった。その時、篠原の前に村の創設者たちの霊が現れた。彼らの顔には安らぎと感謝の表情が浮かんでいた。あなたのおかげで村は救われました。しかし、その力を正しく制御しなければならないのです。篠原は静かにうなずき、私に何ができるのか、教えてください。と問いかけた。霊たちは微笑み、その力は村を守るために使われるべきものです。あなたがその力を正しく導くことで、村は再び平和を保つことができるでしょう。と言った。篠原はその言葉に決意を新たにし、力を正しく制御するための儀式を行うことにした。
彼は村の中心に戻り、村人たちにその旨を伝えた。村人たちは篠原の指示に従い、儀式の準備を始めた。夜が更け、村の中心には大きな焚き火が焚かれた。篠原は村人たちと共に、儀式を進めるための呪文を唱え始めた。村の創設者たちの霊も現れ、篠原たちを見守っていた。儀式が進むにつれ、篠原は自らの心に集中し、真実の心と勇気を持って呪文を唱え続けた。すると、村全体が柔らかな光に包まれ、霊たちの姿が次第に薄れていった。これで終わりです。篠原は静かにつぶやき、最後の呪文を唱えた。その瞬間、村全体に静寂が訪れ、篠原は深い安堵の息を吐いた。村人たちは篠原に感謝の言葉を述べ、一緒に村の平和を祝った。篠原は村の中心に立ち、すべてが終わったことを実感しながら、心の中で村の創設者たちに感謝の意を捧げた。これで本当に平和が訪れた。篠原は微笑みながらつぶやいた。その後、篠原は村を離れ、再び新たな謎を求めて旅立った。しかし、彼の心の中には、白霧村での経験と教訓が深く刻まれていた。彼はこの経験を糧に、さらに多くの謎を解き明かすための旅を続けることを誓った。村人たちは篠原の勇気と献身を忘れることなく、彼の名を語り継いでいった。白霧村は再び平和を取り戻し、村の伝説は未来の世代にも語り継がれていくこととなった。霧の中の真実。冷たい霧が立ち込める冬の夜、都市の外れにある廃れた館が静かに佇んでいた。その館はかつて裕福な貴族が住んでいたが、今では朽ち果てた外観と、誰も近づかない不気味な雰囲気が漂っていた。地元では、霧の館と呼ばれ、数々の怪奇現象が起こる場所として恐れられていた。ジャーナリストの桜井誠一は、この館にまつわる怪談を調査するため、夜遅くに現地を訪れた。彼は都市伝説や怪奇現象を追い求めることで知られており、今回もその好奇心が彼をここに引き寄せた。ここが、霧の館か。桜井はつぶやきながら、館の入り口に立ち、冷たい風を感じた。彼は懐中電灯を手にし、朽ち果てた扉を押し開けた。館内は薄暗く、古びた家具や埃が積もった床が広がっていた。壁にはかつての豪華な絵画や肖像画がかけられていたが、そのほとんどは色あせていた。桜井は慎重に足を進め、館内を探索し始めた。何かがここにいる。桜井は薄暗い廊下を進みながら感じた不気味な気配に身震いした。突然、彼の耳にかすかな囁き声が聞こえた。助けて。その声は霧の中から聞こえてくるようだった。桜井は声の出所を探し、階段を上がって2階へ向かった。2階の廊下はさらに暗く、冷たい霧が館内に漂っていた。彼は足元に気をつけながら、一つの部屋の扉を開けた。その部屋には古い日記が置かれた机があり、桜井はそれを手に取った。日記には、この館で起こった恐ろしい出来事が詳細に記されていた。かつてこの館に住んでいた貴族一家が、謎の失踪を遂げたという記述だった。これは一体。桜井は日記を読み進めるうちに、その恐ろしい真実に気づき始めた。日記には、霧の夜に現れる幽霊の存在や、館に潜む邪悪な力についても記されていた。その時、背後から冷たい風が吹き、桜井は振り返った。薄暗い廊下の奥から、影のような存在がゆっくりと近づいてくるのが見えた。
彼は恐怖を感じながらも、日記を握りしめ、冷静さを保とうとした。ここで何が起こったのか、真実を明らかにする必要がある。桜井は自分に言い聞かせ、影の存在に立ち向かう決意をした。その瞬間、館全体が揺れ動き、霧がさらに濃くなった。桜井は足元を確かめながら、館の奥へと進んだ。その先には、さらに恐ろしい真実が待ち受けていた。桜井は館の奥へ進みながら、背後に迫る影の存在を感じ続けていた。彼は懐中電灯を片手に、もう片方の手で古い日記をしっかりと握りしめていた。館内の冷たい空気が肌に染み込み、彼の心に恐怖を呼び起こしていた。階段を降りて地下室への扉を見つけた桜井は、一瞬躊躇したものの、真実を求める強い意志で扉を開けた。地下室は暗闇に包まれており、懐中電灯の光が頼りだった。彼は慎重に足を進め、湿った空気と霧の中を進んでいった。地下室の奥には、古びた祭壇があり、その上には謎めいたシンボルが刻まれた石板が置かれていた。桜井はそのシンボルを調べ、日記に記されていた呪われた儀式に関連していることに気づいた。彼は手記を再び読み直し、そこに隠された恐ろしい真実を理解し始めた。この儀式が全ての原因か。桜井はつぶやいた。その時、再び冷たい風が地下室に吹き込み、霊の囁き声が響き渡った。見てられない。桜井はその声に怯えながらも、儀式の詳細を調べるためにさらに奥へと進んだ。そこには、さらに古い書物や道具が散乱しており、彼はそれらを一つ一つ調べた。その中で、霧の館に封じられた邪悪な力についての記述を見つけた。この力を解放する儀式が行われたのか。桜井はその恐ろしい真実に身震いした。彼はさらに調査を進めるため、古い書物を手に取った。突然、地下室全体が揺れ動き、石板が光り始めた。桜井は驚きながらも、その光に引き寄せられるように近づいた。その瞬間、地下室の壁から霊たちが現れ、桜井を取り囲んだ。彼らの目には深い悲しみと絶望が宿っていた。我々は、この儀式によって囚われた。霊たちの声が一斉に響いた。桜井はその声に耳を傾け、彼らが解放を求めていることに気づいた。私がこの館の真実を明らかにし、あなたたちを解放する。桜井は強い決意を持って宣言した。その瞬間、霊たちの姿が一瞬消え、地下室は再び静寂に包まれた。桜井は石板を手に取り、儀式を解明するための手がかりを求めて館内をさらに探索することにした。彼は館の歴史を解き明かすため、2階の図書室へ向かった。そこには、さらに多くの書物や古い記録が残されているはずだった。図書室に到着した桜井は、埃をかぶった書棚を調べ始めた。その中で、館にまつわるさらなる秘密や、貴族一家の過去についての記述を見つけた。彼は次第に、館の呪いの全貌に近づいていく。その時、背後から冷たい手が肩に触れた。桜井は驚きながら振り返ったが、そこには誰もいなかった。彼は深呼吸をし、冷静さを取り戻しながら、再び調査を続けた。この館の真実を解き明かすまで、諦めない。桜井は自分に言い聞かせながら、次の手がかりを求めてページをめくり続けた。しかし、彼が目にしたのは、さらに恐ろしい真実の一端だった。館の過去と、貴族一家の悲劇、そしてその背後に潜む邪悪な力。桜井はその全てを解き明かすために、さらなる試練に立ち向かうことを決意した。桜井は図書室で見つけた書物を手に取り、
さらに詳細な情報を調べ始めた。館に住んでいた貴族一家がどのようにして邪悪な力に巻き込まれたのか、その全貌を明らかにするため、彼は一行一行を丁寧に読み進めた。書物には、貴族一家が行った儀式の詳細が記されていた。彼らは、古代の禁じられた力を制御しようとしたが、その結果として力に飲み込まれ、霊としてこの館に囚われてしまったのだ。儀式には霧の力を利用する方法が書かれており、失敗した場合には呪われた霊が永遠にさまようという恐ろしい警告もあった。これが真実か。桜井はつぶやきながら、書物に記された儀式の手順を理解し始めた。彼は霊たちを解放するために、この儀式を正しく行う必要があると感じた。その時、突然館全体が揺れ、冷たい風が吹き抜けた。窓が激しく揺れ、霧が一層濃くなった。桜井は書物を抱え、急いで地下室へと向かった。彼はそこで、儀式を行うための準備を始めた。地下室に着いた桜井は、古い石板と儀式に必要な道具を集めた。彼は冷静さを保ちながら、書物に記された手順を一つ一つ確認した。儀式を成功させるためには、霊たちの苦しみを理解し、彼らの魂を解放するための真実の心を持つことが重要だった。私は、あなたたちを解放するためにここに来た。桜井は霊たちに向かってつぶやいた。その瞬間、地下室の壁から霊たちが現れ、彼を見つめた。私たちは、永遠にここに囚われている。霊たちの悲しげな声が響いた。桜井はその声に応え、儀式を始めることを決意した。桜井は石板に手を置き、呪文を唱え始めた。地下室全体が光に包まれ、霊たちの姿が次第に薄れていった。彼は最後まで呪文を唱え続け、霊たちの苦しみを解放しようとした。しかし、その瞬間、霊たちの中から一人の少女の霊が現れた。彼女の目には深い悲しみと絶望が宿っていた。私たちは力にとらわれている。あなたが私たちを解放できる唯一の存在です。少女の霊は静かに語った。桜井はその言葉に深い感動を覚え、必ずあなたたちを解放します。と誓った。その瞬間、少女の霊は微笑み、光の中に消えていった。儀式が完了し、地下室には再び静寂が訪れた。桜井は息を整え、霊たちの姿が消えたことを確認した。これで、呪いは解けたのか。彼は自問しながら、館内を再び探索することにした。桜井は館の1階に戻り、さらに手がかりを探し始めた。その中で、古い肖像画に隠された秘密を発見した。肖像画の裏には、貴族一家が隠していた真実の手紙が挟まれていた。手紙には、館の呪いを解くためのさらなる手がかりが記されていた。これが、最後のピースか。桜井は手紙を読みながらつぶやいた。彼は手紙に記された場所へ向かい、最後の儀式を行うための準備を始めた。その場所は、館の庭にある古い井戸だった。井戸の底には、呪いを解くための最後の鍵が隠されているという。桜井は井戸に降り、暗闇の中で鍵を探し始めた。その瞬間、再び霊たちの声が聞こえた。解放を求める。桜井はその声に導かれ、ついに鍵を見つけた。これが、真実を解き明かすための最後の鍵だ。桜井は井戸を登り、最後の儀式を行うために戻った。彼は井戸の周りに道具を並べ、呪文を唱え始めた。最後の鍵を使って儀式を完了させた瞬間、館全体が光に包まれ、霊たちの苦しみが解放された。これで、本当に終わったのか。桜井は静かにつぶやきながら、館の中に戻った。彼はすべての真実を解き明かし、
霊たちを解放したことを実感した。しかし、彼の心にはまだ一つの問いが残っていた。館の呪いを解くために必要だった真実の力とは何だったのか。桜井はその答えを求めて、さらなる調査を続けることを誓った。桜井は館の呪いを解くために、すべての儀式を完了させたものの、心の中に残る疑問が彼を悩ませ続けた。呪いの背後にある真実の力とは何だったのか。彼はさらに深く掘り下げるため、館の最も古い部分へ向かうことにした。館の奥深くには、誰も近づかない禁断の部屋があった。部屋の扉は重厚で錆びついていたが、桜井は鍵を使って開けることに成功した。扉の向こうには、さらに古い地下室への階段が続いていた。地下室に降りると、そこには巨大な石室が広がっていた。石室の中央には古代の祭壇があり、その周りには謎めいたシンボルが刻まれていた。桜井は慎重に祭壇に近づき、石板を調べ始めた。石板には、古代の言葉で呪文が刻まれていた。それは、この館に封じられた邪悪な力を制御するためのものだった。桜井は石板を読み解きながら、その力がどれほど恐ろしいものであるかを理解し始めた。この力を制御できなければ、再び館には災いが降りかかる。桜井はつぶやいた。その時、再び霊たちの囁き声が地下室に響き渡った。助けて。桜井は霊たちの声に耳を傾け、彼らが求める解放の手段を探し続けた。彼は石板に記された最後の呪文を唱え始めた。すると、地下室全体が揺れ動き、冷たい風が吹き込んできた。その瞬間、地下室の壁から無数の霊たちが現れ、桜井を取り囲んだ。彼らの目には絶望と苦しみが宿っていた。私たちはこの力にとらわれている。あなたが私たちを解放できる唯一の存在だ。桜井はその声に応え、強い決意を持って呪文を唱え続けた。光が地下室を包み込み、霊たちの姿が次第に薄れていった。桜井は最後まで呪文を唱え続け、霊たちの魂を解放しようとした。その時、地下室の中央にある祭壇が突然光り輝き、桜井の前に一人の男性の霊が現れた。彼はこの館の初代主人であり、邪悪な力を封じ込めるために命を捧げた人物だった。あなたがこの館の真実を解き明かしてくれたことに感謝します。しかし、最後の試練が残っています。初代主人の霊は静かに語り始めた。この力を完全に封じ込めるためには、私たちの過去を知り、すべてを受け入れる必要があります。桜井はその言葉に耳を傾け、初代主人の霊が語る過去の出来事をじっくりと聞いた。彼は、館に封じられた力が古代から伝わるものであり、それを制御するための儀式が行われてきたことを知った。しかし、その儀式が失敗し、霊たちが囚われる結果となったのだった。あなたがこの真実を受け入れ、儀式を成功させることで、私たちは解放される。初代主人の霊は微笑みながら言った。桜井はその言葉に深く感動し、私は全てを受け入れ、儀式を成功させます。と誓った。桜井は初代主人の霊と共に、最後の儀式を行うための準備を始めた。石板に刻まれた呪文を唱え、祭壇に手をかざした。その瞬間、地下室全体が再び光に包まれ、霊たちの姿が消えていった。これで、全てが終わった。桜井は静かにつぶやき、祭壇の前に立ち尽くした。初代主人の霊は微笑みながら消えていき、地下室には再び静寂が訪れた。桜井は館を後にし、外に出ると霧が晴れていた。彼はすべての真実を解き明かし、霊たちを解放したことを実感した。村人たちは桜井の帰還を喜び、
彼の勇気と献身に感謝の意を表した。桜井は村の人々と共に、館が再び平和を取り戻したことを祝った。しかし、彼の心の中にはまだ一つの問いが残っていた。館の呪いを解くために必要だった真実の力とは何だったのか。桜井はその答えを求めて、さらなる調査を続けることを誓った。霧の館の呪いを解いた桜井は、すべての儀式を終えた後も、心の中に残る疑念と真実の力について考え続けていた。村の平和を取り戻したことで安堵したものの、呪いの背後に潜む深い謎を完全に解明したいという気持ちが彼を突き動かした。桜井は館の前に立ち、もう一度館をじっくりと見つめた。この館に隠された最後の真実を見つけるために、もう一度調査を続けよう。彼は静かにつぶやきながら、再び館の中へ足を踏み入れた。館の中は以前とは異なり、穏やかな雰囲気が漂っていた。桜井は館の最も古い部分へ向かい、最後の手がかりを探すことにした。彼は地下室のさらに奥にある隠し扉を見つけ、それを開けた。扉の向こうには、古代の神殿が広がっていた。神殿の壁には、貴族一家の歴史や呪いにまつわる物語が描かれていた。桜井はその壁画を一つ一つ丁寧に見ながら、貴族一家がどのようにして邪悪な力に巻き込まれたのかを理解し始めた。これが真実の全貌か。桜井はつぶやいた。壁画には、貴族一家が古代の儀式を行い、霧の力を制御しようとしたが、その結果として力に飲み込まれ、呪われた霊となった経緯が描かれていた。桜井はその歴史を理解し、初代主人の霊が語った言葉を思い出した。真実を受け入れることが力を制御するための鍵だったのか。彼は静かに壁画に手を触れ、過去の出来事を受け入れた。その瞬間、神殿全体が光に包まれ、桜井の前に初代主人の霊が再び現れた。彼の目には安らぎと感謝の表情が浮かんでいた。あなたのおかげで、我々はようやく解放されることができました。桜井は微笑みながらうなずいた。すべてを理解し、受け入れることで、力を制御することができました。これで、館も村も平和を取り戻すことができるでしょう。初代主人の霊は静かに消えていき、神殿には再び静寂が訪れた。桜井はすべての真実を解き明かし、霊たちを解放することができたことに満足感を覚えた。彼は館を後にし、村に戻ると、村人たちが彼の帰還を喜んで迎えた。村は再び平和を取り戻し、桜井の勇気と献身に感謝の意を表した。彼は村の人々と共に、館の呪いが解けたことを祝った。その後、桜井はさらなる調査を続けるために旅立った。彼の心には、霧の館での経験と教訓が深く刻まれていた。彼はこの経験を糧に、さらに多くの謎を解き明かすための旅を続けることを誓った。村人たちは桜井の勇気と献身を忘れることなく、彼の名を語り継いでいった。霧の館は再び平和を取り戻し、村の伝説は未来の世代にも語り継がれていくこととなった。呪われた遺産。夜が更けると、古びた館は不気味な静寂に包まれた。館の周囲には、かつての栄光を物語る庭園が広がっていたが、今では荒れ果て、霧が立ち込めていた。この館は、代々受け継がれてきた家族の財産であり、しかしその裏には恐ろしい秘密が隠されていた。若き女性、山田美穂は、突然の知らせでこの館を相続することになった。彼女の祖父が亡くなり、唯一の遺産としてこの館を受け取ることになったのだ。美穂は祖父との思い出が蘇り、
複雑な気持ちで館を訪れた。これが、祖父の遺産。美穂は館の前に立ち、冷たい風に吹かれながらつぶやいた。彼女は鍵を取り出し、重い扉を開けた。館の中は薄暗く、埃が積もった家具や古びた絵画が並んでいた。美穂は慎重に足を進め、祖父が使っていた書斎に向かった。書斎には、古い本や書類が山積みになっており、その中に一冊の古びた日記があった。これは、美穂は日記を手に取り、読み始めた。日記には、祖父がこの館で体験した恐ろしい出来事が詳細に記されていた。彼は、この館にまつわる呪いについて調査していたのだ。呪われた遺産。祖父がこれを調べていたのか。美穂はその内容に驚愕しながらも、読み進めた。日記には、館に住み着いた幽霊たちの存在や、過去に起こった不可解な事件についても書かれていた。その時、美穂の背後から冷たい風が吹き、何かが彼女の耳元で囁いた。出て行け。美穂は驚いて振り返ったが、そこには誰もいなかった。彼女は身震いしながらも、日記をしっかりと握りしめた。祖父が何を見つけたのか、真実を解き明かす必要がある。美穂は自分に言い聞かせ、館内をさらに探索することにした。夜が深まるにつれ、館の中は一層不気味な雰囲気に包まれていった。美穂は1階の廊下を進み、祖父がよく使っていた地下室への階段を見つけた。彼女は慎重に階段を降り、地下室に足を踏み入れた。地下室は暗闇に包まれ、冷たい空気が漂っていた。美穂は懐中電灯を取り出し、周囲を照らしながら進んだ。地下室の奥には、古い箱や道具が散乱しており、その中に一冊のさらに古い書物を見つけた。これが、祖父が調べていたものか。美穂は書物を開き、その内容を読み始めた。そこには、この館にまつわる呪いの歴史や、幽霊たちの正体についての詳細が記されていた。ここで何が起こったのか、真実を見つける必要がある。美穂は強い決意を持って、地下室をさらに探索することにした。その時、突然地下室全体が揺れ、壁から不気味な音が響き渡った。美穂は驚きながらも、冷静さを保ち、音の出所を探った。彼女の前に現れたのは、幽霊のような存在だった。助けて。その声は美穂の心に直接響いた。彼女は恐怖を感じながらも、その声に応える決意をした。私が真実を見つける。そして、呪いを解く。美穂は自分に言い聞かせながら、幽霊の声に導かれ、館の奥深くへと進んでいった。地下室の奥へと進む美穂の足元には、古びた骨董品や壊れた家具が散乱していた。冷たい空気と湿気が彼女の肌にまとわりつき、心の奥に恐怖が忍び寄ってきた。それでも彼女は、祖父の調査を引き継ぐために進み続けた。突然、地下室の一角から不気味な光が漏れているのを見つけた。美穂はその光を頼りに進み、小さな部屋の扉を見つけた。扉を開けると、そこには古びた祭壇があり、その上には奇妙なシンボルが刻まれた石板が置かれていた。これが、祖父が見つけたものか。美穂は石板を調べながらつぶやいた。その瞬間、背後から冷たい手が彼女の肩に触れた。美穂は驚いて振り返ったが、そこには誰もいなかった。再び地下室全体に不気味な囁き声が響き渡った。出て行け。その声は、美穂の心に直接響いた。彼女は恐怖を感じながらも、強い決意で呪われた遺産の真実を解き明かすことを誓った。石板には古代の文字が刻まれており、それを解読することで館の呪いを解く方法がわかるかもしれないと考えた美穂は、
祖父の書斎に戻り、古い書物を調べ始めた。書斎には、祖父が残した多くの資料やメモが散乱していた。これだ。美穂は古い書物の中に、石板に刻まれた文字と一致するものを見つけた。それは、古代の儀式についての詳細な記述であり、呪われた霊たちを解放するための手順が書かれていた。この儀式を行えば、美穂はつぶやきながら、祖父が残したメモを読み進めた。その時、再び館全体が揺れ、冷たい風が吹き抜けた。窓が激しく揺れ、霧が一層濃くなった。美穂は書物をしっかりと握りしめ、儀式の準備を始めることにした。祭壇に必要な道具を集め、地下室へと戻った。地下室の奥で、美穂は呪文を唱え始めた。その瞬間、地下室全体が光に包まれ、不気味な音が響き渡った。霊たちの姿が次第に浮かび上がり、美穂を取り囲んだ。彼らの目には深い悲しみと絶望が宿っていた。我々は、この呪いによってここに囚われている。霊たちの声が一斉に響いた。美穂はその声に耳を傾け、私はあなたたちを解放するためにここに来た。と強い決意で答えた。儀式が進むにつれ、霊たちの姿が次第に薄れていった。その時、一人の女性の霊が前に進み出た。彼女の目には絶望が宿っており、手を伸ばして美穂に訴えかけていた。助けて、この呪いを解いて。女性の霊の声が美穂の心に直接響いた。美穂はその声に応えるため、さらに強く呪文を唱え続けた。突然、地下室全体が激しく揺れ、石板が光り始めた。霊たちの姿が次第に消えていき、地下室には再び静寂が訪れた。美穂は息を整え、これで、呪いは解けたのか。と自問しながら、館内を再び探索することにした。美穂は1階に戻り、祖父の書斎で見つけた手がかりをもとに、さらに深い秘密を探るために館の奥深くへ向かった。そこには、かつて祖父が調べていた秘密の部屋があるはずだった。館の奥深くに進むと、古びた扉を見つけた。美穂はその扉を開け、中へ入った。そこには、さらに恐ろしい真実が待ち受けていた。古びた扉を開けると、美穂の目の前には薄暗い部屋が広がっていた。部屋の中には、かつて祖父が使っていたとみられる調査資料や、古い書物が散乱していた。美穂は部屋の中央にある大きな机に目を留め、その上に置かれた一冊の黒い本を見つけた。これは、美穂は黒い本を手に取り、ページをめくった。その本には、祖父が調査していた呪いに関する詳細な記録と、過去にこの館で起こった恐ろしい出来事が綴られていた。祖父は一体何を見つけたのか。美穂はつぶやきながら本を読み進めた。そこには、館にまつわる古い呪いがどのようにして始まり、どのように広がっていったかが書かれていた。特に、ある夜に館で行われた儀式が呪いの始まりとなったことが記されていた。その時、再び冷たい風が吹き抜け、美穂は背後に気配を感じた。振り返ると、そこには祖父の霊が立っていた。彼の目には悲しみと後悔が宿っていた。祖父。美穂は震える声でつぶやいた。祖父の霊は静かに語り始めた。美穂、私はこの館の呪いを解こうとしたが、力及ばず、霊としてここに囚われてしまった。君がここに来たのは、運命だ。私たちを解放してくれ。美穂は祖父の言葉に深い感動を覚え、私が必ず呪いを解きます。と誓った。その瞬間、祖父の霊は消え、部屋には再び静寂が訪れた。美穂は祖父の意志を継ぎ、さらに調査を続ける決意を固めた。彼女は黒い本に書かれた手順に従い、館内を探索し始めた。その中で、
館の地下に隠された秘密の部屋の存在を知ることとなった。美穂は地下室へ戻り、隠された扉を探し始めた。古い壁の一角に、隠し扉の痕跡を見つけた。扉を開けると、そこにはさらに深い地下空間が広がっていた。地下空間の奥には、古代の儀式に使われたと思われる祭壇があり、その周りには不気味なシンボルが刻まれていた。美穂は慎重に足を進め、祭壇の前に立った。ここで何かが行われたのか。美穂は祭壇を調べながらつぶやいた。その時、再び霊たちの囁き声が響き渡った。出て行け。美穂はその声に恐怖を感じながらも、儀式を完了させるために必要な手順を確認した。黒い本に記された呪文を唱え、必要な道具を祭壇に並べた。彼女は心を静め、儀式を開始した。呪文が進むにつれ、地下空間の雰囲気が変わり始めた。冷たい風が吹き、霊たちの姿が次第に浮かび上がった。美穂は強い決意で呪文を唱え続け、霊たちの苦しみを解放しようとした。その瞬間、地下空間全体が揺れ動き、祭壇が光り始めた。霊たちの姿が次第に薄れ、光の中に消えていった。美穂は息を整え、これで本当に呪いが解けたのか。と自問しながら、地下室を後にした。美穂は1階に戻り、祖父の書斎でさらに手がかりを探し続けた。その中で、古い肖像画の裏に隠された手紙を見つけた。手紙には、館の呪いを解くための最後の手がかりが記されていた。これが最後のピースか。美穂は手紙を読みながらつぶやいた。彼女は手紙に記された場所へ向かい、最後の儀式を行うための準備を始めた。夜が更け、館全体が静寂に包まれる中、美穂は最後の儀式を行う場所へ向かった。その場所は、館の庭にある古い井戸だった。井戸の底には、呪いを解くための最後の鍵が隠されているという。美穂は井戸に降り、暗闇の中で鍵を探し始めた。その瞬間、再び霊たちの声が聞こえた。解放を求める。美穂はその声に導かれ、ついに鍵を見つけた。これが真実を解き明かすための最後の鍵だ。美穂は井戸を登り、最後の儀式を行うために戻った。彼女は井戸の周りに道具を並べ、呪文を唱え始めた。最後の鍵を使って儀式を完了させた瞬間、館全体が光に包まれ、霊たちの苦しみが解放された。これで本当に終わったのか。美穂は静かにつぶやきながら、館の中に戻った。彼女はすべての真実を解き明かし、霊たちを解放したことを実感した。しかし、彼女の心の中にはまだ一つの問いが残っていた。館の呪いを解くために必要だった真実の力とは何だったのか。美穂はその答えを求めて、さらなる調査を続けることを誓った。美穂はすべての儀式を終え、呪いを解いたと思われたが、心の奥底にはまだ解き明かされていない何かがあるという感覚が残っていた。彼女は最後の答えを求め、館の最も古い部分へと向かうことにした。そこには、過去のすべてが封じ込められているという噂があった。館の奥深くにある古い書庫にたどり着いた美穂は、埃まみれの古文書や巻物を調べ始めた。彼女は手袋をはめ、慎重に一つ一つの文書を手に取った。その中で、非常に古い巻物を見つけた。それは、この館の創設者によって書かれたもので、呪いの起源について詳しく記されていた。ここに真実が隠されているはず。美穂は巻物を開き、その内容を読み始めた。巻物には、館が建てられた理由と、呪われた遺産がどのようにして存在するようになったかが記されていた。その時、美穂は不気味な気配を感じ、
背後を振り返った。そこには、かつてこの館を所有していた初代の主人の霊が立っていた。彼の目には深い悲しみと後悔が宿っていた。あなたがこの館の呪いを解くために来てくれたことに感謝します。しかし、最後の試練が残っています。初代主人の霊は静かに語り始めた。この館に封じられた邪悪な力を完全に封印するためには、すべての真実を受け入れ、過去の罪を償う必要があります。美穂はその言葉に耳を傾け、私はすべてを受け入れ、あなたたちを解放するために全力を尽くします。と誓った。その瞬間、初代主人の霊は微笑み、消えていった。美穂は巻物に記された手順に従い、最後の儀式を行うための準備を始めた。儀式には特別な道具や呪文が必要であり、彼女はそれらを一つ一つ集め、慎重に確認した。夜が更け、館全体が静寂に包まれる中、美穂は最後の儀式を行うために古い庭園へと向かった。庭園の中心には、呪いを封印するための古代の石碑が立っていた。美穂は石碑の前に立ち、呪文を唱え始めた。呪文が進むにつれ、庭園全体が光に包まれ、霊たちの姿が次第に浮かび上がった。美穂は強い決意で呪文を唱え続け、霊たちの苦しみを解放しようとした。その瞬間、庭園全体が激しく揺れ、石碑が光り始めた。霊たちの姿が次第に薄れ、光の中に消えていった。美穂は息を整え、これで本当に終わったのか。と自問しながら、庭園を後にした。村人たちは美穂の帰還を喜び、彼女の勇気と献身に感謝の意を表した。美穂は村の人々と共に、館が再び平和を取り戻したことを祝った。しかし、美穂の心の中にはまだ一つの問いが残っていた。館の呪いを解くために必要だった真実の力とは何だったのか。彼女はその答えを求めて、さらなる調査を続けることを誓った。美穂は館の呪いを解いたが、心の中にはまだ消えない疑問が残っていた。館の平和を取り戻したものの、その背後にある真実の力を完全に理解する必要があると感じていた。彼女は最後の手がかりを求めて、再び館の最も古い部分へと向かった。館の地下には、さらに深い隠し部屋が存在していた。美穂はその部屋の扉を見つけ、重い扉を押し開けた。扉の向こうには、古代の儀式に使われたと思われる道具や、さらに古い巻物が散乱していた。ここに、すべての答えがあるはず。美穂は自分に言い聞かせながら、巻物を一つ一つ手に取った。その中で、ひときわ古びた巻物を見つけた。それは、館の初代主人によって書かれたもので、呪いの真実について詳しく記されていた。巻物には、館が建てられた目的と、呪われた遺産がどのようにして存在するようになったかが記されていた。初代主人は、古代の邪悪な力を封じ込めるために館を建て、儀式を行ったのだ。しかし、その儀式は失敗し、呪いが解き放たれる結果となった。これが、すべての真実か。美穂はつぶやきながら巻物を読み進めた。その瞬間、冷たい風が吹き抜け、背後に不気味な気配を感じた。振り返ると、そこには初代主人の霊が立っていた。あなたがすべての真実を受け入れることができたことに感謝します。初代主人の霊は静かに語り始めた。私たちの失敗を正すために、あなたが必要だったのです。美穂はその言葉に深い感動を覚え、私はすべてを受け入れ、あなたたちを解放するために全力を尽くします。と誓った。その瞬間、初代主人の霊は微笑み、消えていった。美穂は巻物に記された最後の手順を確認し、すべての準備を整えた。
彼女は呪われた遺産を完全に封印するための儀式を行う場所へ向かった。その場所は、館の最も深い地下にある古代の神殿だった。神殿の中央には、大きな石碑が立っており、その周りには古代のシンボルが刻まれていた。美穂は石碑の前に立ち、呪文を唱え始めた。呪文が進むにつれ、神殿全体が光に包まれ、霊たちの姿が次第に浮かび上がった。私たちは、この呪いによってここに囚われていた。あなたが私たちを解放してくれる。霊たちの声が美穂の心に直接響いた。美穂は強い決意で呪文を唱え続け、霊たちの苦しみを解放しようとした。その瞬間、神殿全体が激しく揺れ、石碑が光り始めた。霊たちの姿が次第に薄れ、光の中に消えていった。美穂は息を整え、これで、本当に全てが終わったのか。と自問しながら、神殿を後にした。美穂は館の中に戻り、全ての真実を解き明かし、霊たちを解放したことに満足感を覚えた。彼女は全ての過去を受け入れ、館の呪いを完全に解くことができたのだ。その後、美穂は村を離れ、新たな謎を追い求める旅に出た。彼女の心には、霧の館での経験と教訓が深く刻まれていた。美穂はこの経験を糧に、さらに多くの謎を解き明かすための旅を続けることを誓った。村人たちは美穂の勇気と献身を忘れることなく、彼女の名を語り継いでいった。霧の館は再び平和を取り戻し、村の伝説は未来の世代にも語り継がれていくこととなった。